台選び。パチンコをやったことのない人にとって、現在のパチンコ店内はかなりややこしいことになっているので、まずは簡単な言葉で説明します。パチンコはすごく大雑把に分類すると普通の機種と当たりやすい機種に分けられます。普通の機種はなかなか当たらないけれど当たった時は弾がたくさん出ます。よく当たる機種は頻繁に当たるけれど当たっても弾が少ししか出ないというのが特徴です。そしてパチンコ店内は高い料金の場所と安く遊べる場所に分かれています。昔はどの店でも同じ料金だったので分かりやすかったのですが、最近は店内を区切って安く遊べる場所を追加する店が増えました。高い場所も安い場所も置いてある台自体は同じなので、単純に考えれば安く遊んだ方が得です。しかしパチンコでは大当たりすると景品を取れます。つまり高い方で遊べば取れる景品が多くなって、安く遊んだ場合は取れる景品が少なくなるのがポイントです。逆に景品が取れなかった時は安い方で遊んでいた方が損が少なくて済みます。それでは同じことを実際の言葉で詳しく説明していきます。実際のパチンコは当たりやすさによってもっと細かく分類されており、大当たりしやすいものから順に、Uパチ、ライトタイプ、ミドルタイプ、マックスタイプとなっています。厳密な定義はないので人によって呼び方などが異なります。特徴としては当たりやすい機種はローリスクローリターンで、当たりにくい機種ほどハイリスクハイリターンになります。大当たり確率が高くて当たりやすい機種は、少ない投資金額で当たりやすい代わりに獲得できる玉数が少なく、逆に大当たり確率が低いとなかなか当たらない代わりに当たった時の出玉がすごいという傾向にあります。ですから初心者には Uパチがおすすめということになります。高い場所というのは実際には4円パチンコ、略して4パチと呼ばれます。安いエリアというのは店によって色々あり、1円パチンコや2円パチンコなど様々です。実際には安い場所などとは呼ばず、低玉貸しと呼ばれます。何円というのは1個の玉をいくらで借りられるかの値段で、それぞれのパチンコ店が4円を上限に独自に決めています。このように、何円のコーナーがあるのかは店によって様々で、一つの店にいくつものレートが存在することもあります。この仮想ホールではパチンコ1円と4円、スロット20円と5円がこのように分けられています。立体的に見ると、1パチ、4パチ、20スロ、5スロとなっています。ここで重要なのは実際の玉を持ったままこのエリアをまたいではいけないということです。店にとってはコンビニなどの万引きと同じくらいの損害が出るため、このエリアをまたいでの移動にはどの店でも厳しく目を光らせています。実際の玉はダメですが、カードや IC コインを持っての移動は大丈夫です。高い安いの違いを今度は実際の金額で説明してみます。1000個分の玉で遊ぼうと思った時に、4円パチンコだと4000円かかるところが1円パチンコだと1000円で済みます。しかし同じ玉数を交換した場合に4パチは1パチの4倍の価値の景品と交換することができます。どちらも遊びの質や内容は全く同じで、違いを実感するのは遊戯前後の玉の価値だけというのがポイントです。パチンコ初心者にとっては景品の良し悪しよりも安く遊戯の仕方を学ぶのが重要なので、安いエリアに設置してある大当たりしやすい機種、つまり1円コーナーや 0.5 円コーナーの U パチの機種を推奨します。そしてこの動画の作成時に、全国の U パチで一番設置台数が多かった海物語という機種を例として扱います。これらを踏まえて次は実際に台を探す場面を見てみます。このホールの地図を見ると、1円パチンコの U パチコーナーはここになっています。この入り口からホールに入ったとしてまずは1円コーナーを探します。1円コーナーを見つけたら次は台を探します。このホールではこの2列すべてが U パチになっています。U パチは業界が提唱しているジャンルなので、このような公式のマークが存在します。ホールによっては U パチコーナーを設けず、バラエティコーナーなどに普通の機種と混ぜて設置しているところもあります。お目当ての台に着いたら、席に着く前に、まず、その台が完全に空き台であることを確認しないといけません。このようにタバコや玉が置いてある台は、他の人が打っている途中にトイレなどで席を離れているだけなので、そこに座ってはいけません。初心者のうちは玉がわずかに残っていたり、空き缶が置いてあるなど判断しづらい台も避けた方が無難です。実際のホールにはこの動画で扱っている海物語 in 沖縄2、
SAHS という機種がない可能性が高いので、他の台を探す時のポイントを説明します。まず、パチンコはスロットと違い、一つの機種に対していくつかのスペックが存在するのが普通です。そしてホールはその経営に合うスペックを欲しい台数分だけ買って、それぞれの店に設置します。ですから同じ機種といってもスペック次第では全く違う性能になります。例えば海物語 in 沖縄2という機種では、このような4種類のスペックがあり、それぞれ大当たり確率や出玉が異なります。この機種ではこの2つがミドルタイプでこの2つが U パチタイプです。ここでの問題は、お客様が台を見ただけでどのようなスペックかを判断するのが非常に難しいところにあります。液晶では常にこのようなデモ画面になっていて機種名が時々表示されますが、スペックまではわかりません。よく見るとこのように隅の方に小さく書いてありますが、探すのが大変な上に、一般的に知られている名前と異なる場合もあります。パチンコもスロットも機種名が非常にわかりにくいので、多くのホールでは機種名と確率と大まかな分類を掲示しています。1パチなら普通のミドルタイプでもそんなに損はしないので、まずは1パチなどの低玉貸しコーナーを探すのが最優先です。その中から U パチやアマデジタイプを探します。迷ったら1パチコーナーにある海物語という名前が入った機種を選んでおけば良いでしょう。店員に聞く場合は、1パチの U パチの海、と言えば通じるはずです。同じ機種でもスペックによって盤面の絵が少しずつ違うので、2回目以降に打つときは遠くからでもどの台が目的の台かわかるようになります。ここで台の周りの設備を簡単に紹介しておきます。これはデータランプ、もしくはナンバーランプと呼ばれるもので、主な役割はデータの表示と表示があるときにボタンで店員を呼ぶことです。遊戯方法を知らないとデータの見方がわかりませんし、初心者にとって重要ではありませんので、ここでは詳しく説明しません。強いて言うなら、大当たり回数という数字が大きい台は好まれます。ちなみに台番号もこのランプに書いてあるので、トイレなどで席を離れるときはこの台番号を覚えておくと、大型店で迷子になっても安心です。データランプの他に普通の店にあるのは、サンドというお金を入れる機械と、ドル箱と、灰皿と、玉をすくうカップです。灰皿がこのような自動回収式になっている店もあります。最近ではこのような拡大係数システムという設備を導入する店が増えており、その店ではドル箱がない代わりにサンドがちょっと大きくなって、上には持ち玉を表示するランプがあります。あとは付加価値をつけるためのもので、分煙ボード、機種説明ポップ、ドリンクホルダー、USB 充電器、右手を置くための肘置き、先ほどの機種プレート、テレビやデータを見ることができるモニタ付きのサンド、タバコを吸えない禁煙席などがあります。店員は店員同士で連絡を取り合うためにインカムというものを装備しており、ランプを消すためのリモコンを持たせている店もあります。普通の店員とは別に、店内でコーヒーを販売する専門のスタッフがいる店もあります。このコーヒーワゴンサービスは外部の業者に委託しているのが普通です。